質問コーナーしましょう。はい。はい。回答が集まりました。質問が集まりました。回答は集まってます。それにじゃあ答えていく感じ？行きましょう。はい。今回は YouTube に来たコメントと、わしが作った Google フォームに、インスタとか TikTok 経由で来た質問にお答えします。もう、まさかのルナへの質問っていうか。やっぱ需要あるんだよ。いいよ。で、ルナの体重を教えてほしいそうです。いやん、女の子なのに、体重を聞くなんて野暮ですわ。ということで公開します。で、とりあえずわしが体重計に乗った後、ルナを抱っこして測る。こういう状態で測るそうです。はい。わしの体重 63.2。軽く。ここがおデブになって痩せたってコメントもあっただろ。ルナちゃん、お呼びですよ。一応喉鳴らしてるよ。はいよ。ルナちゃん。で、この状態で体重測っていきます。66.9。3.7 キロ。ルナちゃんは 3.7 キロです。もうこの質問くれた人のところのさ、サビちゃんらしくてさ、なんかアイコン顔似てたよね。そう、ルナやんっていつも。で、この質問くれた人のところのサビちゃん5キロあんだって。おっきいね。ということで、ルナちゃんは 3.7 キロでした。はい、次。2人はどこに旅行に行きたいですか？せーの。ハワイ。ね。箱根？まあ箱根はずっと言ってるね。何があるんか知らんけど。温泉？箱根は温泉でしょ。温泉でも嫌だな。個室のお風呂で。だから旅館？うん。露天風呂付きの旅館かな。コフはなんでハワイ？ハワイ嫌だよ。次。なんでハワイかかって。ハワイに毎年行ってる時期があったんですよ。もう何年か間空けて行ってないから、久しぶりに行きたいなーって思うんだけど、円安が。そういうことか。二人でどっか行きたいところじゃなくて、自分が行きたいところね。あ、じゃあ箱根じゃねえ。あ、違うの？一人旅でしょ。俺の話終わりね、とりあえず。ううんん、どうぞ。一人で行きたいとこ？一人じゃなくても、あ、ここ行きたいなーっていうところでいいんですよ。じゃないな。お化け屋敷。旅行じゃねえな。あ、東京の花屋敷花屋敷行きたいの？のお化け屋敷。夏夏の間だけやってる。あ、そうなの？そう。言ってくれるやん。マジ付き合ってくれんの？いや、だって、この間、東京タワーの戦慄迷宮。戦慄迷宮体験の VR で戦慄迷宮を体験できるってやつ行ってきたんだよ。インスタに載っけてたけど。無理。ずーっと手繋いでしがみついてて、ね。どうせみんな VR してるから、ここではいいべと思って、こっそり手繋いでたんだけど、よくよく考えたらスタッフさんからは丸見えだったなと。まあ、いっか。VR の隙間でこう見たらスタッフが。普通にスタッフなんかこうやって、怖いよ怖いよとか言って、不思議な体験だったね。まあ、それに行きたいと。花屋敷の。お化け屋敷行きたい。お化け屋敷に行きたいの。ほんまはさ、富士急の戦慄迷宮でしょ？に行きたい。富士急行きたいんやけどさ、お化け屋敷以外はさ、絶叫やん。絶叫あかんからさ、だから行きたくない。富士急入んないと絶対行けないのかな？戦慄迷宮直行便みたいなやつないのかな？あったら行く。それだったらいいんじゃない？あった。お化け屋敷どうでもいいの。任天堂ミュージアム行きたい。京都。行きたいとこあった。話がぶっ飛びますね。じゃあ次の質問。散々しといて本当に行きたいところは省くんかい。任天堂ミュージアムだけ。次俺からも言う。いいよ。相手の過去の恋愛や恋人のことは気になりますか？どんなことに嫉妬しますか？気になりますか？気にしますね。そう、気にするけど気になるかっていうとなんか違う感じがする。気にはするけど興味はない。話しても。っていうと、聞いては来なかったかな。俺が言った。そうなの？気がする。元彼とか、なんか元カノどうだったのっては聞いてきてないよね。会話の途中で、昔付き合ってた人が、とかっていうことはあるんだけど、どういう人だったのね、そう。どういう人だったのみたいな、聞かれてはない。から気にはしてないと思う。けど言ったら気にしてた。俺が言った時はなんか不満そうにはしてた。強がっちゃって。嫉妬してない。じゃあどういう感情になったの？俺が言って。わかんない。複雑な感情。
一番いいと思う。いい？深い。不快ではあるんだ。不快だけど、それがどういう感情かわかんないって感じ。俺はおゆさんの過去の恋愛は気になって聞いたけど、言ってそうないから終わったから気にはなった。聞かれたけどないですって。でも初めてだって言うから、あ、そうですか。つって。付き合ってないからもう興味ないから。実ってからどういう二人の育みをしたのっていうのは気になるけど。そんなん気になるの？うまくいかない面でもね。俺とはこういう喧嘩するけど、そっちではどういう喧嘩してたんだろうっていうのも気になる。はい、どんなことに嫉妬しますか？わかんないけどさ、俺はしてないつもりやのにしてるって言われるから、何言ってんだこいつって見てる。傍から見るともうそうなのね。そうとは。嫉妬してるとか、不快に思ってるとか、そういう感情のはずなのに認めないから、もういいやって言っちゃうんだけど、嫉妬はしてるはずだよ。だって俺が友達と遊びに行く、女の子と飲みに行く。だってさ、暇やし寂しいからさ、せっかくの休みやったりさ、するのになんで一人で過ごすのかなって。結局嫌な顔はするじゃん。するよ。そもそも嫉妬ってなんだろうね。だからもうこういうこと言うのよ。嫉妬知らないくせに嫉妬じゃないとか言うんだよ。次。はい。パートナーのどんなところを一番大切にしていますか？難しい。俺は、もうね、この人がちょっと特殊なのはもう分かってるから、ちょっと変わってるのね。変わってるんだけど、多彩というか、才能に溢れてるし、いいところはいっぱいあるんだよね。だからそれをなるべく自由に大きく育ってほしいっていう。親言ってて思った。なんか頭に出てくるセリフがずっと親みたいな。もうそのまますくすく育ってほしい。ただそれだけを願ってますっていうのが素直な意見。なるべくストレスなく、のびのびと生きていけるような生活を整えてあげたいなっていうのを大切にしている。質問の趣旨からそれてる気がせんでもないけど、まあいいよ。私が大切にしてるところでしょ。この人が器用貧乏で、うまいところはマジでうまいんやけど、下手なところはどこまでも下手でバカみたいなことばっかりするから、そこの見極め。例えば？だから職場で割と意見わーっと言う人で、意見わーっと言うんやけど、うざがられへん立ち回りをできる。がうまいところ。で、俺から見とったら、いや、そこまで言ったら嫌われるで、避けられるでって思って止めたくなるけど、この人はその立ち回りが上手やから、これはほっといていいところやなとか、一方でなんか考えとるようで何も考えてね、変なところでお金使ったりとかするから、あ、これはこの人に任せたらあかんところやって。それで器用貧乏っていうの？わかんない。だからそこのなんか見極め、この人と関わる上で大切にしてるところではある。ありがとうございます。はい。そのまま次の質問いくよ。仕事、YouTube、夫婦生活のバランスを取るのは難しいですか？難しくないかな、今のところは。仕事と、撮影、夫婦生活。今のところね、最初からなんか全部うまくいかせようとしてないから、ある意味ラフにはできてるかも。夫婦生活って言ってもね、ご飯は一緒に食べたりもするし、外食も行ったりもするし、デートっぽいところもお化け屋敷行ったり、それなりに遊べてるから。もう仕事のすれ違いみたいにないよね。こっちが休みの日、こっちが仕事みたいなのないか。あ、そうだね。休み一緒だしね。どうなんやろね。でも俺は割と多忙よりがしてた。その人働くのとかすごい忙しいのが好きな人だから。忙しいのが好きじゃないよ。忙しいのが好きなんじゃなくて、ブルーマンデーとか、サザエさん症候群とかって言うやん。ブルーマンデーがわかんない。サザエさん症候群は知ってる。一緒。あ、一緒。ブルーマンデー、月曜日が辛い。土日休み明けの月曜日辛いなっていうさ。だから、俺も辛いのよ。土日休んで月曜仕事で辛いからさ、日曜日の夜とか月曜朝とか。だったら、土日も仕事入れてしまえば、ブルーマンデー生じないんじゃないっていう。一定で働けるって。そう。頭おかしいよ。これ友達にはなんか発想がド M すぎるって。そう思う。もうそこはもう俺と真逆です。いかに休むかだから。バランスは取れて、忙しいけどね。YouTube 編集時間かかりがちだし。そうね。もうちょっと編集の時間確保したいなとは思って。じゃあ次が、夢の旅行は何ですか？夢の旅行って何？全てを持ってる状態でしょ？わかんないけど。理想？日本いろいろ回りたい。日本回るのと、海外やっぱ怖いからさ、いろいろ。だから近場の韓国。あ、海外は韓国まで。オンリー。ちょちょんって。で、基本は日本みたいなところ。期間は？ 1ヶ月
でいいんじゃない？おお、結構頑張るね。いやでもあなたの割に。そうでしょう。でも、1週間でって思うけど、1週間じゃ逆にバタバタして死ぬから余裕が何もせえへん日もいっぱい作った1ヶ月けど、1ヶ月もそんなんしたらまた先のブルーマンデーじゃないけどさ、辛くなるなとか思ってさ、じゃあ合間になんかリモートでできる仕事入れた方がいいよなとか、そんなことは思っちゃう。はい、夢の旅行。俺はやっぱさっき言ったハワイは行きたい。1ヶ月じゃ足りないよね、それこそ。マジ？いつ？時期は夏？冬？真夏行ったことないんだよね。安い春先とかに行ってたから。暑いの嫌いやから涼しい時でいいよ。3月とかがちょうどいいから。じゃあ次が、2人で出かける時一番好きなことは何ですか？どんなデートが好きかみたいなことでいいのかな。いいんじゃない？それで言うと、俺がっていうよりも、おゆさんが好きなやつに行く時は嬉しいかな、俺は。ってこと？俺のに付き合ってもらう時は大体機嫌悪いから申し訳ないって思いながら付き合ってもらうけど、俺はなんか基本どこ付き合うのも基本苦じゃないから、あなたがルンルンで行く時はなんか俺も楽しいかな。機嫌悪いっていうか、人混み嫌やし、具合悪くなってるから。悪くなるから俺もそうかも、なんやかんや。多少疲れを気にせずに過ごせたら一番楽しいかな。2人でどっか旅館に泊まったこととかはないけど、どっか旅先で旅館に泊まってふーってなったらなんか良さそう。そこら辺の旅館でやだ、2日ぐらい過ごしてみるか。やだ、そうやって家でゴロゴロした方が楽しい。非日常で温泉入れる。そこら辺っていいところの観光地って意味で良さげなところの観光地で、まあまあそれやったらまだいいかな。一駅二駅先のところみたいな、そんな想定してた。それはないそれはもったいなさすぎる。次、これ答えやすいんじゃない？好きな食べ物は何ですか？チーズ。広がらず広げようともせず。いやでもこの人イタリアってチーズ？イタリアはそうだね。じゃあいいじゃん。もうマブダチ全然違うだろ。これさ、パート2か3ぐらいにせな。そうね、無理やん。じゃあ今日は最後の1個。付き合いを長続きさせるために心がけていることはありますか？ないよねお前はな、今ので分かったわ。のびのびと生きててよかったよ。あんた、さっきの俺の願いが叶ったよ。いや、お互い大切にしてることは何ですかって、あんたがのびのび生きてること。何も気にせずに生きてんだな、おめえはよ。即答で、ないよね。あるわ、少しぐらい。参考にしたいんだよ、みんなは。やっぱこの世界、短命だからさ、1ヶ月、2ヶ月で別れちゃうから、みんな。美人短命だか白命だかっていう四字熟語なかったっけ？あるある。でも、美人白命だって。で、意識してること？付き合いを長続きさせるために気をつけていることでしょ？長続きさせるために気をつけてるって言言われるわれるじゃないね。それはそうかも。単に俺が納得いかへんから喧嘩した時に持ち越さない。そうだね。喧嘩はね、頻度は割と高いんですよ、ここ。毎秒喧嘩してるんだけど、基本的にもう次の日までには持ち越さずに、もうその日中にとことん話し合って納得した上でごめんなさいして終わるって感じだよね。だから俺は今までどっちかというと喧嘩したらほっといてとか一旦距離置いてとかっていうタイプだったんだけど、確かにそれだと短かったね、付き合いが。結局なんかモヤモヤしたままするでしょね。いや、その時はいいの。一旦怒りを抑えたいから爆発を抑えるだけに着目したら一旦距離を置くのがいいんだけど、ツボがあってモヤモヤがあって、もう寝るとか一旦もうそれもう終わり終わりってやってツボに蓋をするんだけど、また別の喧嘩の時にまたツボが入ってふと見た時にあれ、ツボの中にこんなモヤモヤがいっぱい、もうやだって。そういう感じということでしたまあだからとことん話し合うよっていうことかな。なんか全てにおいて割と白黒はっきりさせるよね。なんか曖昧なまま我慢っていうのはないかな。我慢できへん。うん。長続きの秘訣、我慢しない。
ね。難しいよね。でも我慢しないっつってさ、我慢してるからこそうまいこと言ってる夫婦カップルはいっぱいおるわけ。お互いが自分で気持ちを処理して、もうちょっと自立してっていうかさ、ようやるよね。ようやるよね。だから多分、相性はやっぱどちらにせよね。何にせよ大事だと思うけど、どっちかが我慢するタイプ。で、どっちかは言うタイプ。ってなったら多分ダメなんだろうけど。それで言うとあなた我慢するタイプやけど、俺が我慢させんようにしてたんじゃない？ああ、そうそうそう。だから、今までは我慢して、蓋してて、逃げてたんだけど。なんか違う。普段と違う。そう。なんかおかしいっつって。で、どちらかというとこの人と最初付き合った時も、蓋して逃げようとしてたんだけども、絶対逃がしてくれないのも、どこ行くねんみたいな。そんなん言うなら見てみろや、こんだけ俺溜まってんねんつって、初めてもうぶちまけるというか、俺の感情をちゃんと聞いてくれて、で、それに対する意見とかでも結局喧嘩はするんだけど、俺のスッキリ度が最終でやっぱ違うから、言うだけ言ったっていうのが、やっぱ事実が違うから、言ってやったぜみたいな傷つけちゃう時もあるけど、それでやっぱりツボは空になるからまた生活できるんだと思う。そんなつもりはないけど、やっぱ違和感あるからさ、目合わへん、よそよそしい、普段やったら乗ってくれるとこ乗らんどころか眉間に一瞬シワが寄るとか、絶対なんかあるやんみたいなの感じてて、多分それはさ、長く付き合ってる人やったら違和感としてみんな覚えることあると思うけどさ、もう俺がそれで心配っていうか不安っていうか、何？なんか我慢してるなーって感じ。なんか違うこと考えとるっていうかさ。よく言うね、上の空。そう、上の空な感じがする。で、大体合ってる。そういう時。長続きの秘訣は相性いい人見つけることだよ。普通さ、この人と長続きさせたいってみんな思ってるわけやん。特定の好きな人とか付き合っとる人、この人と長続きするにはどうしたらいいんだろうって考えとるのにさ、相性いい人って別の人を促すようなこと言って。まあでもしゃあないよね。しゃあないよ。無理やり向き合って幸せになるかっていうと必ずしもそうじゃないやろうしさ。いや絶対それ離れた方がいいっていう人もおるやん。その人にしがみつかん方が絶対いいっていう人いっぱいおるし。だから難しいなって思うけどね。長続きさせること果たしてそれでいいのか。そうだね。長続きだけって考えたらもう我慢すればいいんだよ。それでその二人が幸せ。幸せか別だよね。そんなところかな。やばいよ。これ多分、質問これで3分の1ぐらいじゃない消化できたの。とりあえずパートを3ぐらいに抑えたいな。頑張ろう。一旦この辺にするで、続きはまた。まあこんな感じで答えたけど、全然回答できてないのいっぱいあるから。あるし、そういう意味で聞いてないっていうことがあったら、絶対やるよ。質問し直してください。ちょっと残りも順次答えていくので。待ってて。ほな、パート2で。カメラに向かって、こんにちは。喋りすぎた。